はい、哲也です。今日も小西文書の話をしてみたいと思うんですけれども、先週ですね、小西博之議員が高市早苗さんをですね追及するために総務省の内部文書といわれる、いわゆる小西文書と最近は言われているようですが、それに関していろんな問題が今起こってきてますよね。新たな展開も見られるようです。今日はですね、議員辞任、議員辞職ですね、小西さんあるいは高市さん、どちらが議員辞職すべきなのかっていうことをですね中心にちょっと考えてみたいと思うんですけどね、最近の動きをですねまとめた記事としては、これ日刊スポーツの記事なんですけど、ちょっとまとまってたんでこれをまず読み上げて、現在の状況を押さえておきたいと思います。立憲民主党の小西博之参議院議員は7日自身のツイッターを更新し、松本剛明総務省がこの日の閣議後会見で、放送法の政治的公平の解釈をめぐり自身が国会で指摘した文章を総務省の行政文書と認めたことを受けコメントを発表した。行政文書、これ本物の行政文書ですよってね、総務大臣がもう認めちゃったということなんですね。はい、続きいきます。その中で文書を捏造と指摘し、捏造ではなかった場合に大臣を辞任し議員辞職をすると表明した高市早苗安全保障担当相当時総務省に対し、当時の解釈の改変の事実関係の説明責任を果たした上で速やかに大臣と議員を辞職すべきだと指摘。高市氏に大臣辞任と議員辞職をするよう求めたということなんですね。総務大臣が高市さんが偽造だと言ったことに対してですね、その文書に対してこの行政文書は本物だと言ったというふうに小西さんは解釈しているわけですね。ただこれは正確ではなくてですね、小西さんが取り上げた一連の行政文書は総務省が作ったものであるということを認めただけで、高市さんに関して書かれた部分すべて、4枚ぐらいあるそうですけどね、それが全部正確なものであるというふうに認めたわけではないんですね。ここで大事なのは、行政文書として本物であるということと、部分的に捏造があるということはこれ矛盾しないんですよね。本物であっても不正確な記述とか虚偽の記述というのはこれあり得るわけですよ、ね。だから本物であるイコール捏造ではないとは言えないんですよね。本物であっても捏造された部分があるかもわかりませんよね。でその部分について高市さんはこの部分捏造された部分があるよと、私に関する部分については私の言い方とも違うし、これは正確なものではない、不正確であるというふうに言ってるわけですね。はい。確かに高市さんについて書かれた部分についてはですね、ちょっとピンとこない部分が結構あるんですよね。門田隆翔さんがこのようにツイートしています。松本総務省が小西博之氏の文章がすべて総務省の行政文書と表明。高市大臣はきっちり調べて内容が不正確だと確信したと改めて断言。高市氏登場部分の総理が秘書官に電話があったようだ、何々だったとのこと、日時不明との内容を逆にどう真実と判断したのか、小西氏は説明をというふうにおっしゃってるんですね。非常に精緻な行政文書と言いながらね、何なんであったようだとか何なんだったとのこと、伝聞的ですよね。あるいは電話の日時も不明というようなね、これはもう証拠としてもね、あやふやなものでしかないですからね。でこの門さんのツイートに対して僕はリツイートしました。こういうふうに、高市早苗氏きっちりと調べて内容が不正確だと確信した。たとえ総務省の文書が本物だとしても書かれている内容が事実と異なれば捏造と同じではないかということですね。だからもし書かれている内容が事実と異なっているということになれば、あるいは想像で書いたということになればですね、これはいくらその本物であったとしても、つまり行政文書として本物であったとしても捏造と言われても仕方がないわけですよね。この件に関してね、僕のフォロワーを中心としたツイッター民の意見をちょっと聞いてみたいというふうに思ったんですけれども、その前にですね、やっぱりこの文章が正確かどうかというのはきちんと精査するべきだと思うんですよね。ところが小西さんはですね、
正確性などを精査するなって最近言ってるんですね。ちょっと先ほどのね新聞記事にもう一回戻りますけれども、日刊スポーツにね、小西氏はまた松本総務省に対してその内容の正確性や作成の経緯などを精査するなどとしているが、総務省最高幹部らが作成し共有していた一連の文章の正確性などを精査するのであれば、それは総務行政の否定に等しい。これ以上の国会審議の妨害は許されないと指摘。岸田総理はこの放送法解釈の改編プロセスの不正と内容の違法性を認め、解釈を撤回する必要があるとも訴えたということなんですね。さてどうなんでしょうか。素晴らしい、総務省最高幹部らが作成したんだから、これはもう正確なんだ、だから正確性を精査する必要などない、国会審議を妨害することをやめようというふうに小西さんがおっしゃってるんですけど、どうなんでしょうかね、この考え方は。僕はどうかなと思って、ツイッター民にこういうふうに聞きました。小西洋之氏は自らが高市氏追及の根拠とした行政文書の正確性の精査の中止を要求しています。あなたはこの要求についてどう思いますか。2つ選択肢があるんですけど、1つ目はですね、行政文書は正確なものなので正確性の精査は不要というもの。それからもう一つは、行政文書も不正確な場合もあるので正確性の精査は必要ということですね。特に辞任を求めるとかね、辞職を求めるという話なのでどうなんだろうということで聞いてみたわけですね。そうすると、まだこれ途中なんですけども、今ね僕が収録している段階ではですね、約 96% が行政文書も不正確な場合もあるので正確性の精査は必要というふうに言ってます。4% ぐらいの人がですね、行政文書は正確なものなので正確性の精査は不要だと言っているのが4% ぐらいいるということなんですけども、これは圧倒的に常識的に考えて、それは行政文書だってね間違うことありますよ。間違うこともあるし、意図的にですね違う内容を書いてる場合も絶対ないとは言い切れないんだと僕は思いますよ。ですからやっぱりね、人の身体、辞任とか辞職とかねいうことまで求めるのであれば、やっぱりその根拠というのはしっかり精査した上でやるべきですよ。正確性をね、いい加減なものに基づいて人を裁けませんからね。ですから僕は一般のツイッター民の意見と僕は同じで、行政文書も不正確な場合もあるので正確性の精査は必要だと思いますよ。僕アンケート最近時々やるんですけどね、このアンケートにケチをつけてくる人がいるんですよね。哲也さんとね、これはあなたのフォロワーが中心となって答えてるようなアンケートでしょって、これなんか意味あるんですかと、意味ないでしょって言ってる人いるんですよね。僕のフォロワーの人もいますけれども、アンケート答えてる人がフォロワーだけっていうことじゃないですよ。フォロワーは中心にはなってるかも分かりませんけども、そうじゃない人もたくさん見てますからね。そうじゃない人も結構見てますよ。あとフォロワーの中にもアンチがいるんですよね。僕はなんかで調べたことあるんだけど、僕のフォロワーの意見を見てみたら、僕と全く違う意見を書いてたりね、ツイートしてる人もいるんですよね。多くはないと思いますけど、決して少なくないですよ。フォロワーの中でも僕に対するアンチはいますよ。それからもう一つ言っておきますとね、個別の問題について僕と違う人はいます。全体的には僕に近い人がフォロワーになっているケースが多いんですけども、個別の問題については全く違う意見の人がいるってことですよ。例えばね、僕はワクチン自体は反ワクではないんですよね。反ワクと言えるほどの僕知識ないので、医学知識が。ただね、ワクチンの頻回接種というのはね、5回も6回も7回も打つことについては僕は弊害の方が大きいんじゃないかという考え方、そういう疑問を持っているということですね。それから子どもたちにまでね打たせる必要はない、そんなリスクの低い子どもたちまで打たせる必要ないんじゃないかっていうのが僕の考え方なんですけども、僕のそういうワクチンに対する考え方に対してめちゃくちゃ批判する人は僕のフォロワーにいますよ。あるいはロシアの問題ね、僕はウクライナもロシアも両方問題あるとは思うけれども、やっぱり国際法に反してね武力による現状変更を試みたロシアの方がやっぱり悪いという見方を僕は基本的にしてるわけですよね。ところがロシアの方が正しい、ロシアの言い分をもっと勉強しろと、歴史を勉強しろと言ってくるフォロワーの人もいるんですよ。つまりね、個別の問題に関しては僕のフォロワーであったとしても僕と違う意見を持っている人があるんですね。これ結構いますよ。ですからね、僕がフォロワーを中心としたツイッターでアンケートをやっても意味がないんじゃないかという人がいますが、それは間違いです。そういうことを言ってこないようにしてください。それなりの意味があります。また保守層全体の動向を見るにもいいと思うのでね。
そういうことを言わないようにしていただきたいと思います。でこのようにツイートを僕はしていますね。もう一つね、小西洋之氏が高市早苗氏を追及するために引用した行政文書公文書が本物であれば、それを偽造と主張した高市氏は議員辞職すべきとの主張がある。だが本物と捏造は対立概念ではない。つまり本物でも捏造された内容ということもあり得るのだ。捏造の場合、当該公務員は虚偽公文書作成罪に問われうるということでね、先ほど言いましたように本物であったとしても偽造捏造はあり得るということですね。そして偽造捏造をすれば、その職務に担当する公務員が何らかの目的でですね、虚偽の事実を公文書にしてしまったという場合には、虚偽公文書作成罪に問われることはあり得るというふうに僕は思います。でこの件に関してね、もう一つ僕アンケートを取ったんですね。それは何かというとですね、小西氏が入手した取扱厳重注意を含む行政文書の内容が不正確なものだった場合ね、関与した官僚の責任についてどう思いますかっていうのを質問したんですね。でこれに関してはまだこれも途中なんですけども、ざっくり言うとですね、作成した官僚のみが処罰されるべきという人は 1% ぐらいで、漏洩した官僚のみが処罰されるべきというのが 9.5% で、最も多いのはですね、作成した官僚も漏洩した官僚も共に処罰されるべきというのが 87.6% で、誰も処罰されるべきではないというのは 1.8% ということでね、90% 近い人がね、作成した官僚も漏洩した官僚も共に処罰されるべきだというふうに見てます。もちろん小西さんに対して厳しい意見の人が多い。それに加えてですよ、官僚にも問題があると思っている人が結構多いんですね。でしかも作成した人も官僚もそうだし、それを漏洩したというかね、特定の政党の議員にこっそり渡したわけでしょ。しかも取扱厳重注意とね書かれた文書も含まれたものを渡しているわけですよね。全ての国民に対して公平な立場で、客観的に公平な立場で行動しなきゃいけない公務員としていいんでしょうかと。それから秘密保持に関してね、こんなゆるゆるでいいんでしょうかということなんですね。これ安全保障上の問題にもなりますよね。玉木国民民主党党首がね、この漏洩問題についてもしっかり精査しろと、誰がどういう形で渡したのか、そこも安全保障上の問題にも関わってくるので、きっちり調査すべきだというふうに言ってますね。玉木さん最近いいね。国民民主党、自民党よりいい部分があるかも分かりませんね。なんか最近ちょっとそんな気がして若干期待してるんですけどね、たまに裏切られることがあるので、注意しながら見てますけれども、はい。ということでね、どちらが辞任すべきかということに発展する可能性があるんですね。もし小西さんが言ってるように行政文書が本物であり、なおかつですね、書かれている内容が正確であると、客観的な事実であるというふうに証明された場合にはですね、これは高市さんが辞任に追い込まれる可能性もゼロではないし、またその逆の場合ですね、本物であったとしてもですね、高市さんに関して書かれている部分が虚偽であった場合ね、その場合には虚偽に基づいて人を批判し追及したということで、永田ベールみたいなもんじゃないですか。小西さんが辞任に追い込まれる可能性もあり得るということでね、今僕が一番考えられるのはですね、本物であるけど記載内容が不正確というふうになるのが、一番蓋然性が高いんじゃないかなというふうに思ってですね、ちょっと仮なんですけど、こういう質問をしました。これもアンケートですけどね、小西洋之氏が高市早苗氏を追及するために引用した行政文書が本物ではあるが記載内容が虚偽の場合、議員辞職すべきは高市氏だと思いますか、それとも小西氏だと思いますかという質問ですね。でこれに関しては、これもまだ途中なんですけれども、高市氏が辞職すべきというのが 3.8%、小西氏が辞職すべきというのが 96.2% ということになってます。これもですね、圧倒的に小西氏が辞職すべきということになってますね。ですからもしこの行政文書が本物ではあるが記載内容が虚偽というふうになった場合は、そういう限定付きですけど小西さんが議員辞職に追い込まれる可能性もゼロではないだろうというふうな状況になってますね。それと僕はやっぱり一つ非常に重要な問題だと思うのは、公務員が何らかの意図を持ってね、選挙だとかそういうことも含めてですよ、何らかの意図を持ってある議員を潰そうとした場合に、適当な文章を作っておいて、それをね、その対立政党の議員に渡すということで、それが成立するということになるとね、それが功を奏してね、実際に辞めなきゃいけなくなったということになると、これはですね、相当な
根深い犯罪性というものを感じるんですね。そういうことを許していいんでしょうかと。そういうことは絶対にあってはならないと思うんですね。高市早苗さんというのはセキュリティクリアランスの安全保障上の問題について真剣に取り組んで、最も日本の政治家の中で最も真剣に取り組んでくれている政治家の一人ですよね。ですから僕は非常に支持しているわけですけれども、そのことが気に食わない、あるいは放送法に対して偏向報道を許さないという強い気持ちがあると思いますけど、いやそういう解釈をする人は許せないとかね、とにかくある議員を自分たちの官僚の思いとは違うと、ね、方向性が違うとなった場合に、行政文書をいろいろ作って、で不正確なものも捏造も偽造もいろいろ取り混ぜてね、そして反対勢力の議員に渡していけばですね、これはマスコミもそれに乗って大騒ぎになって議員辞職ということもないとは言えないわけじゃないですか。こういった公務員のね、裏の陰謀というかね、策動というのかな、こういうものを許さないようにしなきゃいけないと思うんですね。今回の問題はね、個々の議員の辞職の問題もさることながらですね、こういう公務員としての動き、ね、これが非常にですね、なんかこういびつなね、こう変ななんか意図というかな、この不気味な意図を持った動きというのが今回の件に関しては感じなくもないわけですよね。ぜひその問題についても今後政治家、我々も含めてですけども、しっかりと着目して検証していかなきゃならないんじゃないかなと思っています。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。 Good luck。 目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。